はいどうも皆さんこんにちは。スターディの河野玄斗です。今回はある証明問題を扱っていきます。その問題とは π が 3.141 より大きくて 3.142 より小さいことを示せという問題です。π って円周率ですね。3.141592点々点々点って続いていくじゃないですか。その π をですね 3.141、3.142 と小数第3位の範囲までで限定してあげると。めちゃめちゃ精度が高いんですね。知ってる方も多いと思うんですけど、東大入試で昔 π が 3.05 より大きいことを示せっていう問題が出たんですね。でその問題、東大の伝説の数学の問題として語り継がれてるわけですけど、そのね 3.05 っていうものが東大で出て、それをさらにねもうねよくわかんない精度にまで引き上げた問題。でもこの問題ですね、しっかりね実はちょっと工夫するだけで意外とねこうやったらできるんだって結構ね新しい発見があると思うので、是非ね、挑んでみてください。ということで早速やってみましょう。はい、それではやっていきましょう。 π が 3.141 から 3.142 にあることを示すという問題ですね。最初どういうふうにアプローチしていくかということなんですが、まず π の定義って円周と直径の比じゃないですか。じゃあこれを使ってこの円周と直径の比を求めてあげたいから、これ東大入試の時とかではこういうふうに解くんですね。例えば正六角形を内側に入れてあげると、このように正六角形を入れてあげると、この半径を1とするとこれが正三角形になるので、ここも1だから一辺長さが1だから正六角形の周の長さは6になるわけですね。だから直径が2でこの正六角形の周が6ってことはその比は3ですね。で正六角形の周の長さより円周の方が長いですよね、これ。だからこの円周率は3より大きいってことが分かるんですね。正六角形を入れてあげることによって円周と直径の比は3より大きいですよっていうのが分かるんですね。一方例えば外側から正方形を当ててあげると、これ、半径を1とするとここも1になるから正方形の一辺長さは2ですね。だからその周の長さは8になると。周の長さ8で直径2だから正方形の周の長さと直径の比は8割る2で4ですね。だからこれ明らかに円周と正方形の周の長さを比べてあげると π っていうのは4より小さいってことが分かるんですよ。じゃあこの正方形とかをどんどん細かくしていく、正八角形とかを外から当てていくとか、正六角形を、正十二角形、正二十四角形とかどんどん細かくしていくことによって π の精度を上げることができるだろうというわけですね。で東大入試でいうと正八角形作れば 3.05 より大きいですよってことは示せるわけですね。ただこの精度までこの図形を当てていってっていう風にして求めるのはちょっとね無理ですね。これ正何角形にすればいいんですかね。正百角形、正五百角形、もう正一線角形でこれいける、ちょっと分かんないですね。もうなんか何角形やればいいんだっていう話なんですよ。でしかも例えば正五百角形だとして正五百角形のこの周の長さどうやってこうやって小数第3位とかまで求めんだっていう話ですよね。それは無謀だと。だからこれできないんですね今回。東大レベルだったらできるけどみたいな、東大レベルだったらできるけどなんて表現、日常ではまずしないんですけど、もうねこのレベルになると無理ですね。ということでねちょっとね工夫しなきゃいけないんですね。じゃあ今からちょっと変わったことをしていくので、急に何しだすんだって思うかもしれないですけど、ちょっとね見ててください。今 1+x2 乗に 1-x2 乗かけたら 1-x4 乗になりますよね。同じようにこれ括弧 1+x2 乗に 1-x2 乗プラス x4 乗かけると 1+x6 乗になるんですね。これ同様にしてこのようになっていくんですよ。こういうふうに x2 乗 x4 乗 x6 乗 x8 乗っていうものをマイナス足すマイナス足すっていう順番で組み合わせていくと 1+x2 乗かけてあげると、この1とこの端の x2 乗と x8 乗かけた x10 乗が残るわけですね。1-x4 乗1足す x6 乗マイナス足すっていう風に交互に変わっていくんですね。これっていうのは展開してあげれば分かるんですけど、これ例えばこの1をここにかけてあげるとどうなるかというと、当然そのままですよね。で次にこの x2 乗をこの
ところにかけてあげると、あえてずらします。この x2 乗に1をかけると x2 乗になって、x2 乗にマイナス x2 乗かけるとマイナス x4 乗になってっていう風にこうなりますよね。でこれを足し合わせればいいと。足すとここ全部消えるんですよ。で結局最初と最後だけが残るということで、こういう風になるっていう感じで以下ずっと続いていくんですね。プラスマイナスプラスマイナスの順で x2 乗 x4 乗 x6 乗 x8 乗で次 x10 乗 x12 乗とかいう風に足していくと、こういう風に綺麗になっていくと。よろしいですか？なんでこんなことしたのかと、後で分かりますよ。これでちょっと気づいてほしいのが、今仮に0から1の場合、 x が0から1の場合を考えます。この時っていうのは x4 乗 x6 乗 x8 乗 x10 乗ってこの0から1の間のものをたくさん掛け合わせるわけだから、どんどんちっちゃくなっていきますよね。これどんどんちっちゃくなっていくってことは、これどんどん1に近づいていくんですね。より1に近づいていくと。1に近づいていくのか。でもう一つ、これ1っていう観点から言うと 1-x4 乗っていうのは1より小さい、 1+x6 乗は1より大きいで、これ1より小さい1より大きいというふうに交互になっていくわけなんですよ。よろしいですか？じゃあこれを使うとここの部分ですね。ここの部分を 1+x2 乗で割ってあげると、右の部分は全部 1+x2 乗分の1になりますね。 1+x2 乗分の1で、左辺はこいつらが残るというわけですね。もう一回書き直すと、はい、このように不等式が作れるわけですね。こういう不等式ができたから、これ π とどういう関係があるのっていうことですね。そこがポイントなんですね。これ実はこの 1+x2 乗分の1っていうものが、今回詳しいことは省きますけど、積分すると、具体的には例えば0から1まで積分すると4分の π っていう値になるんですよ。ここに π が出てくるんですね。これは何かっていうと、x イコールタンジェントシータっていうもので置換積分してあげるとうまくね計算できるんですね。これは今回数3になっちゃうので、数3の範囲は1回割愛します。で x イコールタンジェントシータっていうものです。置換積分してあげることによって4分の π になるということが分かってるんですね。これ数3の範囲で、これは数3勉強している人だったら必ずね通る道ですね。x イコールタンジェントシータと置いてあげると。で4分の π を求めると。これをすることによって何がいいかというと、これ両辺に0から1まで積分をしてあげることによって、これ dx っていうのを今回ちょっと今省いてますけど、こう0から1まで積分してあげるとこの不等式が成り立つわけですよ。でここの部分が4分の π になるから、あとはここの部分の計算をしてあげることによって π の不等式、これによって挟まれていくわけですね。これは下から挟まれるし、これは上から挟まれるというわけになるんですね。よろしいでしょうか？じゃあ実際に計算してみると、例えばこれ ① ② ③ ⑦ というふうに置いてあげると、①の左辺は x-3 分の 1x3 乗10で1を入れるわけだから 1-3 分の1になるわけですね。これ3分の2と、3分の2が4分の π より小さいですよって言えるから、 π は3分の8より大きいと。これ 2.6666 だから π は 2.6666 より大きいですよって言えるわけですね。次に ②考えてあげると、こういうふうになるから 1-3 分の1足す5分の1ですね。15分の13か。だから、π っていうものが4分の π が15分の13より小さいわけだから、15分の52より小さいと。これ計算すると 3.4666 か。こんな感じで繰り返されていくわけですね。でこれ見てもらえば分かるんですが、x-3 分の 1x3 乗足す5分の 1x5 乗で、ここの分が7分の1引く7分の 1x7 乗、次に9分の 1x9 乗ってなっていって、これ要は4分の π のところっていうのが 1-3 分の1足す5分の1引く7分の1足すっていう風になっていくわけですね。でこれを無限に続けていけば限りなく近づくと一緒になるわけですね。実はこういう式が成り立ってるんですね。面白いですよね。4分の π が 1-3 分の1足す5分の1引く7分の1足す、これを無限に足していくと4分の π になるんですよ。っていうのは余談として一旦置いといて、ただねこれ計算したらねなかなか届かないんですね。3.141 とかの精度じゃ
まだ求めるのはね、難しいんですね。これはちょっとね、さすがにね、ここまではいかない。これだと。じゃあもうちょい工夫しなきゃいけないんですね。どういう風に工夫できるかというと、実はこれ1入れたから収束が遅いんですね。だから3分の 1x3 乗足す5分の 1x5 乗とかのこの x5 乗の部分に1入れてるじゃないですか。でも1より小さいもの入れたらそこからめっちゃちっちゃくなってきますよね。言いたいことわかりますか？ x の5乗に1より小さい、例えば2分の1入れたら2分の1を5回かけたらもう32分の1ってめっちゃちっちゃくなるんですよ。だから近似、めちゃくちゃ細かいところまで近似できてるよっていう風になるんですね。だから工夫するべきこととしては0から1っていうところを変えてあげる。もうちょいいくと0からルート3分の1っていう風に積分してあげると、これ4分の π じゃなくて6分の π に変わるんですね。これまた数3の範囲で、ここの中の積分がタンジェントの逆関数になってるからっていう話があるんですけど、これは一旦置いといて、じゃあもう一回やりましょう。今これ0からルート3分の1まで積分したものがこれですね。この式が成り立ってここの部分が6分の π になると。じゃあこれを使ってあげて、要は x-3 分の 1x3 乗の x にルート3分の1を入れると。0はこれ消えるので無視してあげて、でこれ、そのまま入れるんじゃなくて一回 x でくくってあげると。x でくくる、それにルート3分の1入れるから x でくくってあげた後に括弧 1-3 分の 1x2 乗になるわけじゃないですか。3分の 1x2 乗で x2 乗のところにルート3分の1を入れると3分の1になると。でこれが6分の π より小さいと。でこれ6で払ってあげるとルート3分の6、ルート3分の6っていうのが2ルート3になるから π っていうのは2ルート3括弧1引く9分の1だから9分の8かイコール9分の16ルート3というふうになるわけですね。であとちょっとルート3っていうものが人並みにおごれやとなるから、ちょっとここまで使ってあげますか。 1.732 っていうところまで使ってあげると9分の 16×1.732 より大きいですよっていうのが言えると。あとはこれ計算していきましょう。これ計算すると 3.079 点々点となるわけですね。もうね一発目からここまでの精度が得られるわけですよ。 3.079 もうね東大の入試は π が 3.05 より大きいことを示せ、もう一発目からね 3.05 より詳しく近似できてるわけですね。この調子でいけばなんかいけそうだなって感じですね。次は 1-x2 乗プラス x4 乗によって上から抑えられるわけじゃないですか。そうするとこれ上からですね。これが6分の π より大きいとこういう風になるから、もう6倍しちゃいますか最初から。でそれが π よりも大きいという風に言えるわけですね。でさっきと同じようにこれ 6x でくくってあげるとルート3分の1が出てくるわけですね。だからここの部分は2ルート3になって括弧の中身が 1-3 分の 1x2 乗 x2 乗は3分の1 5分の 1x4 乗は x4 乗ね x4 乗はこの3分の1の2乗だから9分の1と。でここさっき9分の8っていうのを求めたから9分の8に45分の1を足してあげたものだから45分の41か。で45分の41かける2ルート3と。でここが 1.732 点々点05点々点だから1.7321 で押さえていきますか。でこれを計算してあげると電卓使いますね。電卓電卓使ったら 3.15627 点々点みたいな感じになるっぽいですね。もう 3.156 までいってるんですよ。3.15 台もう 3.14 間近ですよね。でもまだまだ 3.141、3.142 までは程遠いので気合を入れてどんどんやっていきましょう。でこの後結構工夫できるんですね。要はこの次のところってここにマイナス7分の 1x7 乗が入ってくるだけじゃないですか。大丈夫ですか？そうするとこれ x でくくってあげるとここの部分にマイナス7分の 1×x の6乗で x にルート3分の1入れるからこの3分の1の3乗ですよね。27分の1っていうのを入れただけの数字になるんですよ。じゃあその次はって言ったらさらにここにプラス9分の 1x9 乗を入れるわけですよね。そうするとこの後にプラス9分の1かけるこの3分の1の4乗
が入ってくる。81分の1。っていう風にかなり楽ができるんですね。で、どんどん近づいていくというわけですね。よろしいでしょうか。じゃあ一旦、この 1-x2 乗の部分を丸1、これを今さっき求めたのを丸2。この 1-x2 乗足す x4 乗を積分したもの。どんどんやっていきますか。今度丸3の場合ですね。丸3は、さっきルート3分の6、ここのルート3分の6は2ルート3だから、まず2ルート3でくくっちゃいますか。で、ここの部分45分の41だったじゃないですか。これにマイナス7分の 1×27 分の1をただ出してあげれば終わりと。これ計算すると、ここの部分が通分すると、これ 9×5 でこれ 9×3 だから、9×3×5×7 で出せるのか。まだ3の3乗 ×5×7 で出せるね。そうすると、ここで足りないのが、これ3の2乗 ×5 だから 3×7、21。だから861が出て、861-5だから856になるわけですね。はい、ここからは、どんどんすごい勢いで収束してるっていうところを、ぜひね、楽しんでもらえたらいいなと思います。これを計算すると、ちょっとね、また、電卓に頼りますわ。はい、電卓で出ました。今回、ルート3 1.732 で計算してるので、これ上からこう、やってるんですね。3.13776 点々点と。これ、もう 3.137 まで来てるから、3.141 までもうすぐですね。もうすぐだ。じゃあ、丸4。次は、ここに、プラス9分の 1×3 分の1の4乗の81分の1を入れるだけだから、2ルート3かけるに9分の 1×81 分の1か。ひ3の6乗 ×5×7 に通分すると、だからこれ 856×27 だよね、足りないのが。で、こっちは35だよね。2ルート3。で、このルート3を上から押さえつけてあげると 1.7321 になるから、はい、電卓行ってきます。はい、出ました。これ 3.142694 点々点ですね。で、すいません。さっきここ 3.1 逆でしたね。不等号向き。こっちでした。すいません。逆向きでしたね。で、これ下から行って 3.13776 だったのがさっきで、これ上から行くと 3.1426。惜しい。3.142 以下で抑えてほしいから 3.141 台まで許されるんですけど、これ、でも次いけそうですよね。次ならいけるかな。はい、じゃあ丸5。これは苦行ですね、苦行。苦行だ。苦行だけど、もうやるっきゃない。さっき 856×27 だったら35計算したらね、23147みたいな感じだった。で、今度は7分の1、9分の1ときて11分の1かけ、これ3の3乗分の1、3の4乗分の1ときて3の5乗分の1ですね。だから、3の6乗 ×5×7×11 分ので通分できて、だから 23147×11。だからこれは、254617か。引く、で 11×3 の5乗だから、3×5×7 の105は残るのかな。かけ2ルート3。で、また下から評価して、はい、電卓行ってきます。はい、ただいま、3.14121 点々点っていう風になりましたね。これだから 3.1412 より大きいっていうことで、無事 3.141 より大きいっていうことが示されました。じゃあラスト、丸6。これで、上から 3.142 より小さいことが示せればいいわけですね。最後ぐらいちょっとね、手計算でやってみようかなと思いますね。やっぱ電卓にね、頼りすぎるのは良くないですよね。電卓に頼りすぎるのは良くない。だから、まず、ここの部分が来るわけですね。この括弧の中の計算がここに来るから、3の6乗 ×5×7×11 分の、254502か。4512か。になって、足す、ここですね。13分の1引く11分の1はプラス13分の1かける3の5乗分の1だから3の6乗分の1で、これ計算すると3の6乗 ×5×7×11×13 分の 254512×13 足す 5×7×11 の385かでかけ2ルート3
でこれ今度上から押さえつけるわけだから、このルート3には 1.7321 を入れるわけですよね。でだからこれを計算すればいいわけですね。だから手計算すると、ちょっと電卓行ってきます。